皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。そして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年最初の動画は今気になっている文房具を6個紹介したいと思います。よければ最後までご視聴ください。一つ目の気になっているアイテムはゼブラのビモア美文字練習セットです。皆さんご承知の通り、私は字が汚くて、去年はダイソーで購入したこのペン字練習帳と、あと万年筆を使って字の練習をしていました。これで練習していたんですけれども、もともと筆圧が結構高くて手がすぐ疲れちゃうんですよね。で、そこがずっと気になっていて、万年筆って毛細管現象って言うんでしたっけ、こういう筆圧があまりいらないっていうものなんですけれども、どうしても筆圧が抜けませんでした。もちろん字の汚さも改善はされてないんですけれども、このビモアという商品はセット内容としてはこのメモ帳のような練習帳と、あとはボールペンが1本といった組み合わせです。なぜ気になるのかというと、このビモアは筆圧コントロールによる練習ができるみたいで、この付属のボールペンは普通のボールペンとは違ってペン先が筆のようにしなるそうです。しなりが力を加える感覚と抜く感覚を学べるようになっているみたいです。今まで使っていたこのダイソーの練習帳って普通に A4 のノートぐらいの大きさがあって、まあ大きいんですよね。薄いけど。でもこのビモアの練習帳って本当にメモ帳サイズで片手でできる感じ、手軽さがありますよね。しかも1日3分を7日間のプログラムだそうで、割と短期集中でできるんじゃないかなと思います。練習帳はこんな感じになっているそうです。まだ実物を売っているのを見かけたことがないので、今度探してみようかなと思います。ボールペンはシルバー、ピンク、ブルーグレーって3色軸の色があって、シルバー、ピンク、ブルーグレー、どの色にしようかなっていうのを、これもちょっと実物を見ないとですよね。今のところシルバーが無難かなと思っています。今のところこの練習帳だけ、ボールペンだけっていう単品の販売はないそうなので、購入するとなるとやっぱりこのセットでの購入になっちゃうそうです。これは多分欲しいというか、もうこれが終わりなので、その次にやるものとしてこれ美文字練習セットビモアを使おうと思っているので、近々購入すると思います。2つ目の気になっているアイテムは緑の MD 付箋紙のフレームです。私の大好きな MD ノートシリーズの商品で MD 付箋というものがあります。新しくフレームっていうものとドット方眼ができました。販売されています。その中でも私はこのフレームというものが気になっています。フレームのデザインは見づらいかもしれないですけど、こんな感じで MD ノートジャーナルのフレームと同じような感じですね。外枠があって上にタイトル、日付が書けるような欄があるっていう付箋です。特にじゃあどこに使おうっていうのは決まっていないんですけど、なんかとても便利そうですよね。ちょっとした日記、メモとかそういう感じでも使えるんじゃないかなと思います。MD ノートジャーナル、ノートの方だとこんな感じで1ページの1枠にここが3分割に区切りがなってて、ここに日付が書けるみたいな、ちょっとレイアウトが違うみたいですね。
絵日記とかいろんな使い方ができそうですね。MD ノートは何回かお話ししてるんですけども、飼ってる猫にスピンの紐を噛まれちゃうので、持っているノートを使い切ったら私は卒業という形を一旦取るんですけれども、 MD 付箋ならスピンの紐ないし、でも好きな MD ノートの紙質を楽しめるのでいいのかなと思って、そっちに移行してみようかなと思っています。3つ目に気になっているのはセントヌイさんのアムレットという商品です。税込み2750円の商品です。これはロロマレザーを使った革小物を販売されているセントヌイさんの商品です。アムレットというのがこのミニゴに使えるカードを収納する商品で、もちろんロロマレザーで作られています。私の大好きなプロッターでもカードケースあるんですけれども、プロッターのカードケースってこんな感じなんですよね。ここに名刺とかを入れて、M5 のバインダーに閉じれるという商品なんですけど、アムレットは横にも入るし縦にも入るっていう 2way タイプですかね。そういった仕様になってるみたいです。プロッター会議のところでもお話ししたと思うんですけど、ロフト限定のミニゴのグレージュが欲しいなと思っていて、そのグレージュを購入したら私の YouTube 活動とかの名刺を入れたりとかしようかなと思っているんですけれども、その時に自分のストックの名刺を入れるもの、あとは交換した時に人からいただいた名刺を入れるものとか、そういったスペースの切り分けがこれだとどうしてもできないので、もう一個カードケースが欲しいなと思っていました。これは心石工芸さんとのポップアップストアでの限定商品だったのでもう入手できないんですけど、一応定番でもブライドルレザーでこういった形の商品が出ています。ただなんか違うものも使ってみたいなと思ったので、このセントヌイさんのこの商品がとても気になっています。アムレットっていうのがこのカードのケースの商品名で、カラーバリエーションは結構6色あります。その中で私はこのサーペンタインがいいかなと思っています。12月25日に販売されたんですけど、あっという間に売り切れちゃって入手できなかったので、次入荷した時にはぜひ手に入れたいなと思っています。またこれも入手でき次第シェアできればいいなと思っています。ロロマレザーちょっと気になるんですよね。4つ目に気になっているのがレガーロパピロさんのイチジクラッピングペーパーのブラックです。レガーロパピロさんはオンラインストアもあるんですけど、福岡と東京の蔵前に店舗があります。包装紙とかラッピングペーパーの専門のお店でなかなか見かけないような可愛いデザインのものがたくさんあります。私もまだ実店舗の方に伺ったことがないので、どんな感じの雰囲気だとかはお伝えできないんですけれども、とても素敵な感じだっていうのはよくわかっています。福岡はこんな感じで、これが蔵前ですね。めちゃくちゃおしゃれですよね。で、このレガーロパピロさんのオリジナルのラッピングペーパーで、このイチジクの絵柄のラッピングペーパーがあるんですけれど、これめちゃくちゃ可愛いですよね。もしかしたらツイッターとかで見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。このラッピングペーパーが可愛いので、何か私の手帳とかに挟んだりとかして使いたいなと思っています。ちなみにイチジクは白バージョンもあるんですけど、私はこのブラックの方がめちゃくちゃ好みです。で、あとピスタチオ、これも可愛いんですよね。なんか優しい感じですよね。こんな感じでとても素敵なペーパーのお店があるので、近々
蔵前に行きたいなと思っています。蔵前にはもう一つ私の気になっている革のバッグ屋さん、ロナというお店があるので、そのロナでバッグを注文するときにここにも行きたいなみたいな、そういった感じで思っています。5つ目の気になっているアイテムはサンビーのインク日和万年筆インクのスタンプ台という商品です。この商品はもうここに書いてある通り、万年筆インクが使えるスタンプ台ということですね。こんな感じで真っ白なスタンプの台がついているので、そこに自分の持っている万年筆のインクを垂らして使うよということです。一面に1色バーッと垂らしてもいいし、こんな感じで2色とかグラデーションみたいな感じで作ってもいいしみたいな、いろんな使い方ができそうですね。交換パッドっていうもの、ここのパッドだけ交換もできるみたいなので、何種類か作ってインクの色を変えて楽しむとか、そういったこともできるみたいです。私も去年インクデビューをしまして、このタグステーショナリーさんのインク持っているんですけど、やっぱりこれ 40ml 入ってるんですけど、結構な量ありますよね。万年筆として楽しむだけじゃなくて、スタンプとして楽しめたらもっとインクにはまれそうな気がする、楽しめそうな気がするので、ぜひ使ってみたいなと思っています。そして最後に気になっているものが、はいもじもじさんのワーカーズボックスです。ワーカーズボックスっていうのがどういうものかというと、こんな紙製の箱なんですけれども、いろんな紙物、細々としたものを収納できるファイルのようなものですね。めちゃくちゃ見た目がおしゃれですよね。で、背表紙もこんな感じで紙ファイルみたいに実際に何が入ってるみたいなとか書けたりとかするようなものです。私も YouTube の収益化とかを始めたので、確定申告とか用に領収書とかの保管が必要になってくると思うので、これにポンと放り込めばいいかななんて思っていたりします。なかなか領収書の保管とかって年間を通じてだと結構な量になると思うし、ぐちゃぐちゃになる要因だと思うので、シンプルに保管できたらいいなと思って気になっているアイテムです。ただこのワーカーズボックス一つで売ってない、バラ売りしていないんですよね。ワイドっていうこの大きいのだとあるみたいなんですけど、細めのサイズだと5冊セットとか10冊セットとか、結構大きな単位での販売になってみるみたいなので、私はワイドで1冊持っとけばいいのか、それともこういう細い方がいいのかとか、その辺が分かんなかったりして、ちょっと悩みどころでもあります。ワーカーズボックス本体じゃないんですけど、ちょっと洒落たこのワーカーズフォックスっていうキツネがモチーフになった T シャツもあるんですよね。で、これだとワーカーズボックスのワイドにこの T シャツが入って4000円ぐらい。これめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。だからこれもいいななんて思っています。まだサイズとかがどうするかとか、このワイドにするか細い方がいいのかとか、その辺も決まってないので、購入はもうちょっと先かなっていう感じですね。まとめると、今気になっている6つの文房具はゼブラのビモア、緑の MDF 戦士のフレーム、セントヌイさんのアムレット、レガーロパペルさんのイチジク包装紙の黒いやつ、サンビーさんのインク日和、はいもじもじさんのワーカーズボックスの6点です。皆さん気になるアイテムはありましたか？今回はこの6個を紹介したんですけども、他にも気になってるアイテムもありますし、またいろいろと今年も文房具を購入すると思いますので、購入したら
動画で紹介できればいいなと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。